こんにちは。今日は四角形を2枚作って肩と脇を縫い合わせて作るプルオーバーを作っていきます。裾にかけて緩やかに広がってとても可愛い形になります。基本は四角形2枚だけなのであまり難しくはありません。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのメラニシトリコ。色はウォーターブルー。材質はアクリル 100%。45g で約81メートル。使用界隈の目安は8号。これを今回7ミリで編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。で、この糸は少し太めの糸でだいたい2ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。作り方を紹介します。まずご自身の肩幅に合わせて鎖を編みます。細編み、模様編み、ここが肩のライン。編んでいってこっちが裾。好みの長さまで編んでいきます。これを2枚用意します。これは後ろ身ごろ。今回前と後ろをこの幅を少し変えて作っていきます。後ろ身ごろはこれぐらいで、前身ごろをもう少し幅を広くして作っていきます。こっちが後ろ、前の方を少し広くして作っていきます。そうすると肩を縫い合わせた時にこの余っている部分が襟ぐりの深さになります。この部分が綺麗な形になるのでこの幅を変えて作ります。私は今回この横幅36センチで前を約6センチ増やして43センチ、こんな感じで作っていきます。で、前と後ろあるんですが後ろ身ごろから編んだ方が編みやすいと思います。それと今回フレア状に広がるように作っています。これは基本は四角形でその途中の長編みを最初は1本のところを途中で2本にしています。次も2本でまた途中で3本にしています。この長編みの数を増やしているので自然に広がって可愛いシルエットになっています。それと今回途中でこの分だけ幅を広くしています。これがあると袖ぐりを作った時に脇の下が広くなって着心地が快適になります。ここはここまで編んで鎖を増やすだけなのであまり難しくありません。ここまで編んでからまた説明します。この模様は6の倍数プラス1でできています。6の倍数プラス1。ご自身の肩幅に合わせて6の倍数プラス1で数を決めます。サイズを変更する場合にはこの模様が細編み6個でできているので鎖6個で増減します。私はこれで鎖の数が37編んで
横幅36センチにします。これが後ろ身ごろ。前身ごろはこれから作るんですが、横幅を約42センチ、鎖の数を43個、これで編んでいきます。私はこの後ろよりも前を鎖6個長くして作っていきます。この分をこんな感じ、これぐらいの差で作っていきます。後ろを37、前を43、鎖を編んでいきます。作り方は前と後ろ同じです。最初の鎖の数だけ違います。で最初の糸端、これを少し長めに残します。この糸端を使って肩を縫い合わせるときに使いたいので、少し長めに残しておきます。これぐらい縫おうと思っているので、それを縫い合わせることができる分ぐらい、私は30センチぐらい残して、ここからスタートします。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので、鎖をもう一つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。裏に針を入れる方が後で縫い合わせる時に縫い合わせやすいので、裏にかぎ針を入れて編んでいきます。かぎ針から1、2、細編み、次もこのまま端まで編んでいきます。端まで編んできました。次は2段目。この長編み2つの扇形を作っていきます。鎖1つと裏返して細編み、で見分けにくくなりそうだったらマーカー、次に鎖1つで足元1、2、3、鎖2つ、1、2、同じところに長編みで扇形、また鎖1つ、足元1、2、3、細編み、これで扇形ができました。これを繰り返していきます。鎖1つ、1、2、足元1、2、3、
にこれを繰り返していきます。端まで編んでいきます。端まで来ました。最後の扇形を作って足元1、2、3、これで2段目が終わりました。次は3段目。3段目はこの玉編み3つを作っていきます。まず長編みから少し大きな鎖を編みます。裏返して鎖の根元に長編み、これで鎖1つと長編み1つ。普段は鎖3つで1つ目の長編みの代わりにするんですが、今回はこれを1つ目の長編みにします。で、このかぎ針のすぐ下の2本、ここにマーカーをつけておきます。で、次からここに針を入れて玉編みをしていきます。玉編みは長編みの途中を2回、これで未完成の長編みが1つ、もう1つ、これで未完成の長編み2つ、これを一度に引き抜いて玉編み、玉編みができたら鎖1つ、これを3つにします。玉編みの次は鎖1つ、もう1つ、これで玉編み3つ、間には鎖、次は鎖を編まないでこのまま細編みに長編み、ここは鎖で、ここは鎖なし、ここも鎖なし、また同じように編んでいきます。この中にでまた同じ
れで端まで編んでいきます。端まで来ました。玉編み3つ編んだら、端の細編みに長編み、次は4段目。4段目はこの四角を作っていきます。長編みと鎖1つ、長編みと鎖1つ。まず大きな鎖1つ裏返します。鎖の根元に長編み、次から四角、鎖1つ、玉編みの間に針を入れて長編み、次も鎖1つ、四角ができました。次も次も端まで四角を作っていきます。端まで来ました。最後も四角を作ります。鎖1つ、端の長編みに長編み、次はこの細編みだけを編んでいきます。鎖1つ裏返して根元に細編み、次は四角に針を入れて細編み、次は長編みの上、四角、長編み、四角、これで端まで編んでいきます。端まで来ました。端の長編みに最後の細編み、次はこの長編み2つの扇形、これを繰り返していきます。鎖、1、2で扇形、鎖、ここと同じです。
これを端まで編んでいって、次はこの玉編み3つで四角細編みと編んでいきます。で、さっき説明した通り、この長編みを途中で2つにします。私の場合はここまでが15センチ、段数は10段。だいたいここぐらいで少し広げて2本にして編んでいこうと思っています。で、この切り替えはだいたいこの玉編みの部分で2本にするのを始めていきたいと思っています。だいたい15センチぐらいでここまで編んでいきます。この扇形のところまで編んでいきます。10段編んできました。長さは15センチ。今11段目の玉編みを編んでいるところ、玉編み3つ編んだら、次のこの部分、ここを2つにします。今までは1つ、ここからは長編み2つ、玉編みと玉編みの間に2つ、これで2つ。次また玉編みで、ここには長編み2つで、ここも長編み2つで、ここも2つ。これで編んでいきます。で、次の段はここは1つの長編みに1つ、他は今までと同じ四角で、次は細編みだけ。ここまで編んでいきます。で、この3段で長さは約5センチ。ここから5センチ編んで、そこからこの部分を編んでいきます。私はこの部分を約20センチにしました。違う糸で編んでいる場合にはだいたい20センチぐらいにして、で、次のこの部分を編んでいきます。13段編んできました。長さは約20センチ。今細編みだけの段が終わったところ、次にこの部分を編んでいきます。だいたい20センチ編んで、この部分を編んでいくといいです。で、細編みだけの段が終わったところ、ここから鎖を5つ、1、2、3、4、5で、まず長編みをします。今までと同じように大きな鎖1つ、裏返して鎖の根元に長編み、鎖の根元はここに長編み、次は長編み2つの扇形で、まず鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目、1、2、長編み、
同じところに長編み、鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目に細編み、これで扇形、細編み、次も細編み、この端の細編みに細編み、これで細編み2つ、また扇形、扇形と扇形の間に細編み2つ、ここも2つ、ここも2つ、次は扇形で2つと編んでいきます。この間に2つで端まで編んでいきます。次は今こちら側の幅を広くしたんですが、こちら側では幅を広くしないでまっすぐになるように編んでいきます。こんな感じ。こちら側は少し広くして、こっちはまっすぐ、片側だけ少し広くして編んでいきます。これは前も後ろも同じです。同じ側だけ幅を広くします。この長編み2つの状態でしばらく編んでいきます。この扇形のところから測って約13センチ、13センチぐらい編んでいきます。私の場合は約8段。少し広くしたところから測って、この長さは約14センチ。ちなみに編み始めたところからは約33センチ。私はこれぐらいで、次にこの長編み2つを3つにします。ここに長編み3つで、変えるタイミングはこの玉編みと玉編みの間、ここで長編み3つにします。今玉編みを編んだところ、ここに2つ1つ全部で3つにします。これで3つ。次に玉編み、間は3つで、また玉編み、次を3つ、これで端まで編んでいきます。で、これからずっとこの3つで編んでいきます。裾までずっと3つで続けていきます。で、この長さは私は50センチにしました。これは好みの長さにします。
ちょっと短くしてもずっと長くしても可愛いと思います。好みの長さまで編んでいきます。スタートしたところから50センチ編んできました。最後は細編みだけの段になっています。この長さはお好みで、もっと短くしても長くしても大丈夫です。その最後は細編みで終わります。ちなみにここから数えて20段、最後は細編み。これでお好きな長さになったら糸を切ります。鎖一つを編むようにして、でこの糸端はここを縫い合わせるときに使うので3倍ぐらい残しておきます。でこれを2枚肩を縫い合わせます。で表と裏を確認します。この最初の細編み、ここが表の方が表、こっちは裏で、肩を縫い合わせるときには内側を表にします。こっちが表、表と表、これを縫い合わせます。端から合わせて、で内側が襟ぐり、こっちが前でこっちが後ろで、内側は表、端を合わせます。こんな形になります。で縫い合わせる位置にマーカーをつけます。私は端から12345約5センチの位置にマーカーをつけました。で他も同じ。残していた糸端を使って縫い合わせます。端から一つ一つ縫い合わせていきます。こっちから糸が出ていて、手前はこの2本の糸の下で、向こう側は糸端の出ているところで、端はもう一回しっかりとさせます。次はこことここ、最後はマーカーのところ、でこれで一回肩にかけ
けてみて、好みの襟ぐりの大きさかを確認します。こちら側も少し縫い合わせて、で頭を通して、もしもっと襟ぐりを狭くしたいときにはもう少し縫っていきます。これで大丈夫だったら、最後はもう一回しっかりとさせます。あとはほどけないように隠します。これで肩を縫い合わせることができました。もう片方も同じ幅で縫い合わせます。最後に脇を縫い合わせます。片方は幅が広くなっている方、もう片方はまっすぐ。これをこの幅だけ縫い合わせていきます。今内側が表で、こっちは裏、端から縫い合わせていきます。まずこの角、こっちの角、こっちに糸端があります。でこことここ、で端はもう一回、この糸端は後で隠しておきます。で次は長編みがあります。この長編みに2回、次も2回、ここには細編み、細編みには1回、ここも1回と縫っていきます。ここにこことここぐらい、模様がずれないように縫っていきます。次またここぐらい、ここには細編みがあります。次は
この細編み、次またここに2つ、また2つ、1つ1つとここまで縫っていきます。端まで縫ってきました。最後は2回で、あとはほどけないように隠します。で、反対側も同じように縫い合わせます。糸端が出ていたら全部隠します。これで出来上がりました。襟縫いは広くて浅め、首元がきれいに見える形になっています。模様編みもきれいに出来上がりました。袖ぐりは広めにして脇の下の部分が少し広くなるように作っています。着心地がとても快適です。サイズを測りました。縦が50センチ、横幅54、襟ぐりは72、袖ぐりは48、使った糸は 220g、 玉の数でいうと5玉使いました。丈を長くする場合にはもう少し多く用意します。最後までご視聴ありがとうございました。